育児も家事も節約して貯金をするのも専業主婦の私の仕事だと夫は言い張った。マイホーム貯金をしよう、そう言ったのは夫だったのに、自分は好き勝手に散財する。私が注意をしても話し合ったとしても夫は変わらない。俺の稼いだ金を使って何が悪い。その聞き飽きた言葉をもう二度と聞かないように、私は離婚することを決めた。私の名前はみどり。3歳の息子と夫の3人暮らしをしている専業主婦だ。息子は半年後には保育園に通う予定なので、今から職場探しを始めている。とは言っても、フルタイムかパートで働くかを悩み中で、まだどういった業種や場所で働くかは具体的に決まっていない。正直なところ、私はフルタイムの正社員で働きたいと思っていた。なぜならマイホームを建てるために節約し、貯蓄を頑張っているからだ。しかし、フルタイムになると、絶対に夫の協力が必要になる。だが、残念ながらうちの夫は、今でさえ家事や育児に参加してくれないので、あまり期待はできない。夫は共働きになったら何でも協力するとは口では言うものの、今まで何度も裏切ってきた。息子が生まれる前、私の産後は、早く会社から帰宅し、家事も育児もやると夫は言っていた。それも結局ほとんど守られたことはない。ワンオペ育児なんて言葉を使いたくはないけれど、我が家はその通りとしか言えないような状況だ。もちろん夫には仕事があるし、私は専業主婦という立場なので、私以上に全てをやってほしいなんて少しも思ってはいない。だけどあまりにも何もしてくれない夫を見ていると、フルタイムでの仕事は諦めるしかないと思ってしまう。今日も夫はどこかで飲んできたようで、終電で帰ってくる。マイホームのために貯金したいと言っていたのは夫なのに、今月はすでにお小遣いを前借りしている状態だ。飲みに行くのを減らすって言ったのに、何回約束破ってるの？ムッとしながら夫の脱ぎ捨てたシャツなどを片付けていると、仕事のストレスがどうとか、付き合いがあるからと適当なことを並べて返事をしてくる。お酒に酔っている状態で注意をしても意味はないだろうが、さすがに何度も同じことが続けば文句くらい言いたくなってしまう。もちろん、夫がシラフの時にも注意はしていた。しかし、その度に誰が稼いできてやっているんだとか、専業主婦のお前が節約をするべきで自分はやらなくていいなど、そんなことを言われてしまうのだ。私だけ節約をしてても意味はないと何十回も伝えてきたが、夫は全く理解してくれない。そのくせ、マイホームを買う夢だけはあるので、本当に憎たらしいと思ってしまう。こんな関係でこの先も一緒にやっていけるか、正直不安だ。だから、夫がもう少し節約や育児家事に理解をしてくれるように、私は少しずつ夫の意識を変えようと努力してみた。仕事でのストレスが家で少しは取れるように、栄養のあるものやストレス軽減効果がある食材で料理をしてみたり、注意をするときもあまり口うるさくならないように、お願いという形で提案してみる。そんなことを数ヶ月続けてみたが、夫婦としての摩擦がなくなっただけで、結局夫は何一つ変わってくれなかった。しまいには節約しているというのに、10万円近くする時計まで購入してくるありさま。もちろんそれは家計から出た出費だ。夫がお小遣いを貯めて買ったわけではない。欲しいものがあるなら、お小遣いの中でやりくりしてよ。そうお願いする私に夫はこう言った。時計の中じゃ安い方だ。俺の稼いできた金で買ったんだから文句はないだろ。その言葉に、そんな考えではこれから節約生活をしても貯金がたまらないと私は伝える。あなたが稼いできてくれたお金で生活してるのは分かってる。でも協力して生活をしているの。好き勝手買い物されていたら家だっていつまで経っても買えないよ。すると夫は、節約をするのは私の仕事だと言ってきた。結局何を言っても専業主婦の私の意見は通らないらしい。これならフルタイムで働いて息子と二人暮らしをしている方がまだ気が楽な気がしてくる。いくら私が頑張ったとしても意味がないように感じたからだ。このままじゃやっていけないと思う。ぽつりとつぶやいた私の言葉に夫は鼻で笑った。専業主婦の子持ちが別れるっていうのか？今より悲惨な生活が待ってるのに。バカにしたその表情を見て私は悲しくなる。手を挙げられたわけでも不倫をされたわけでもない。それなのにこんなに裏切られたような気持ちになるのはどうしてだろう。
結婚した時はあんなに幸せだったのに、息子が生まれて幸せだと感じているのに、私の心は毎日傷つくばかりだ。そんなことがあって数日後、私は久しぶりにマイホーム用に貯めていた貯金を確認した。本当に少しずつだけど、息子が生まれてから3年間、地道に私が頑張ってきた証拠だ。しかし、通帳を見て私は愕然とする。なぜなら、200万あったはずの貯金が半分しか残っていなかったからだ。私がお金を下ろしていないということは、夫が引き出したのだろう。その日の晩、いつものように遅く帰ってきた夫に、私は貯金している通帳を見せた。貯金が半分なくなってるんだけど、どういうこと？怒りで震える私の声に、夫は全く悪びれる様子はない。そして、お金は義母に渡したと言ってきた。母さんが風呂場とかリフォームしたいって言うからさ。何？悪いの？親が困ってるなら出してあげるのが子供の役目だろ。しかも、父さんが亡くなって母さんは一人きりだ。少しくらい何かしてあげてもいいじゃないか。そういう夫に、貯金は夫婦の共同財産だと私は告げる。せめて、事前に言ってくれていたら、こんなことにはなってなかった。それに何より、あの義母にお金を渡したということが、私は許せない。義母とは仲が悪いというわけではないが、私は義母に対していい印象は持っていないからだ。なぜなら、勝手に私の実家へ、お金の無心に来るような人だからである。そのことは夫も知っているはずなのに、まるでお金を湯水に流されたかのような気分になった。前から言ってるけどさ、俺の稼いだ金を好きにして何が悪い？お前にいちいち文句を言われる筋合いはないんだよ。金金金ってうるさすぎ。お前ってほんとケチだよな。その言葉を聞いて、私はさーっと怒りも全て消えたような気がした。確かに夫が稼いできたお金かもしれない。だけど、私が節約をしてコツコツと貯めてきた貯金でもある。料理が貧相だと言われない程度に食事を工夫し、夫がいきなり大きな買い物をしてくる月には、いろいろと切り詰めてカバーをしてきた。私の欲しいものなんて、半年に一度買えればいい方だ。夫にお金の管理をさせていたら、200万なんてたまらなかっただろう。それさえも理解せずに、俺の金だと言える夫に、心底呆れてしまった。何も言えないってことは、やっと立場が分かったようだな。これ以上文句を言うなら離婚だから。勝ち誇ったように笑う夫に、私はうなずいた。じゃあ、離婚で。私の言葉に、今度は夫が固まった。お前、本気で言ってんのか？夫から離婚という言葉を出したくせに、どうして驚く必要があるのかと私は尋ねる。あなたには文句しかないから、私はこれからも言いまくるよ。だったら、離婚するしかないよね。役所に離婚届を取りに行きますと伝え、私は息子と共に家を出た。自宅から近い場所に役所はあるので、ものの十数分で到着する。さすがに離婚届をもらうとき、少しだけ手が震えた。これで本当に夫との関係が終わってしまうのだと実感したからだ。もちろん、私は脅しで離婚すると夫に言ったわけじゃないし、それなりに覚悟していたからこそ言えた言葉だ。だけど、やっぱりこの数年間を思い出すと、少しだけ目頭が熱くなる。自宅に戻ると、ソファーにぼーっと座る夫と目が合う。はい、離婚届にサインしてね。私がテーブルに離婚届を置くと、夫はソファーから立ち上がり、まじまじと容姿を見つめていた。その間に、眠たげな息子を寝室に連れて行き、お昼寝をさせる。私たちのやりとりはまだわからないかもしれないが、できるだけ息子に聞かせたくはなかったので、眠ってくれたことに少しだけほっとした。本当に離婚する気か？今に戻ると夫はまだサインはしておらず、あからさまに不機嫌な顔で私を睨んだ。別れてどうする？子供を一人で育てていけると思ってんのか？専業主婦だったお前が独り立ちなんて無理だろ。母子家庭なんて苦労するに決まってる。黙って俺の言うことを聞いていれば養ってやるって言ってるんだぞ。夫の言葉を聞いて、私は離婚届を取りに行ってよかったと思った。ほんの少しだけあった後ろ髪を引かれる思いが消え去ったからだ。苦労するのは分かっています。でも、あなたに養ってもらってる立場から抜けられる方がいいと思ったの。何の感謝もせずに自分だけ遊び歩いて、まるで私は何もやってないように振る舞う。そんな人と共に暮らすことはできないから。そう話すと夫は舌打ちしてすぐに離婚届にサインと印鑑を押してくれた。後悔しても知らねえからな。
夫はぐしゃりと離婚届を握りながら私の胸元に押し付けてくる。後悔なんてしないよ。ずっと悩んでいたことなんだから。あと、離婚するからお母さんに貸してた1000万円返してね。離婚届にサインをしながら私がそう伝えると、夫の動きが止まっていた。1000万ってなんだよ。母さんに貸した？何のこと？どうしてお前がそんな金あるんだよ。半分信じていないような笑いを含めて夫が聞いてくる。なので、私は半年前に義母に貸した借用書のコピーを見せた。原本は実家にある。なぜなら、お金を貸したのはうちの両親だからだ。半年前に、借金が返済できないって、お母さんから相談されたらしいの。担保にしてる義実家を取られるって、泣き疲れたって。また、夫には秘密にしてくれと、義母から土下座されていたことも話した。もちろん、毎月の返済が遅れたら、夫に話すという条件付きだ。そしてこの借金は、もしも私たちが離婚した場合、すぐに家を売却し、一括で残りを支払ってもらうことになっている。そんなの、聞いてない。夫は頭を抱え、ソファーに座り込んだ。さらに、勝手にお金を貸していたなんて、どうして言わなかったのだと言ってくる。貸したのは私の両親だから、私も先日までは知らなかったよ。でも、あなたとの関係を相談した時に、両親が話してくれたの。そんな男とは早く別れて帰ってこいって言ってくれた。正直、大金をあの義母に貸してしまった両親にも、一時は怒りを覚えたが、私夫婦に何かあってはと思い、両親は借金を了承してしまったそうだ。夫は、まだ信じられない様子で、義母のいる義実家に行ってくると、慌てて出て行った。その間に私は両親に連絡し、必要な荷物をまとめて寝ている息子を連れて家を出る。もちろん、記入済みの離婚届の提出も行った。それから実家に到着し、家族で夕飯を食べていると、夫から鬼のような着信が入る。離婚は一旦やめにしよう。電話越しでそう言った夫に、私はもう離婚の手続きが終わったことを伝えた。なんて、どうして勝手なことをするんだよ。俺、悪かったって謝ろうと思ってたのに。謝罪されても私は離婚を変えるつもりはない。夫の言葉を聞いても、今更何を言っているんだろうという気持ちしか湧かなかった。あなたが改心したとしても、私はもう一緒に暮らそうとは思えないからだよ。それに、あなたが私と離婚したくないのは、自分に負担がいくかもしれないからでしょ。お母さんのことや自分の出費を、私や私の家族に押し付けてきた責任だから。何でもかんでも私たちがやってくれると思わないで。それに、これまで好き勝手にやってきたのは夫の方だ。私に専業主婦だからという言葉の呪いをかけて、全て私がやることが当たり前だという考えを押し付けてきた結果だろう。緑、ごめん。俺もっと節約するし、飲みに行くのも減らすから。だから戻ってきてくれ。このままだと実家を売ることになるし、母さん他にも借金があるみたいなんだ。今まで私にしてきたことを理解してくれているのなら、そんな言葉は言えないだろう。これからも人に頼る気しかない夫に対し、本当に呆れてしまった。今まで変わるチャンスは何度もありました。口だけの夫や父親は必要ないから。あなたの言うことを何でも聞く女には戻りたくありません。そう伝えると、夫のおえつと泣き声だけが聞こえてきたので、私は電話を切った。俺一人じゃ借金が返せない。助けてくれ。最後の言葉を聞いて、やっぱり離婚して正解だったと私は思った。子供を一人で育てていくことは大変だ。だけどこのクズ親子と縁が切れることが、まずは幸せへの一歩だと信じている。あれから義母は約束通りに家を売り、私の両親に1000万円を返してくれた。すんなり返してくれたのは、きちんと交わした書類が弁護士の作ったものだったからだろう。養育費や財産分与のことも弁護士経由で全て片付いたので、思ったよりも早く整理ができたことにほっとした。それに、思った通りに家がなくなった義母は、夫の家に転がり込んできたそうだ。夫はこの流れを危惧していたのだと思う。まさか義母が私の両親に1000万もの借金をしていたり、他にも消費者金融からお金を借りているとは思っていなかったはずだ。しかし、私の実家にお金の無心に来ている状態は知っていたので、義母の経済状況を確認したり、注意をしてくれなかった夫の責任でもある。私は何度も夫に、義母が実家に来ることをやめてほしいとお願いしていた。それも自分に被害がなければいいと、夫はスルーしていたのだ。夫と義母は仲が良かったはずなのだが、
今は完全に関係が悪化しているらしい。年金しか入ってこない義母に早く働きに出ろというようになり、毎日喧嘩の絶えない日々を過ごしているという。なぜそんなことを知っているかというと、あの義母がまたしても我が家に来たからだ。もちろん何の関係もなくなったので、今度来たらすぐに警察に通報すると伝えている。そして私はフルタイムでの職場を見つけ、現在は育児と仕事、そして家事と忙しい日々を過ごしている。もちろん両親の支えがあってこそ成り立っている状態なので、少しずつ息子と二人で暮らせるくらいの基盤をしっかり作っていくつもりだ。両親が私や息子にしてくれることを当たり前だと思わず、きちんと感謝を伝え、両親に助けがいるときはちゃんと恩返しをしていきたい。まだまだ小さな息子だが、人の気持ちを理解し、感謝ができる大人になってほしいと思っている。そのためにはまずは自分が見本となり、息子の心を愛情いっぱいで埋め尽くすことが母親としてのやるべきことだ。そして笑顔が絶えない温かい家庭をしっかり作っていこうと思う。